こんにちは、ヨーヨー社労士の飯塚智代です。働く LGBTQ を応援、ヨーヨー社労士が教えます社会保険の基礎知識。改めましてこんにちは、ヨーヨー社労士の飯塚智代です。社会保険労務士ヨーヨーパフォーマーとして活動しております。スピカ社会保険労務士事務所代表、 SR LGBT&Allies メンバー、学生時代よりヨーヨーのプロパフォーマーとして活動しております。2020年全日本ヨーヨー選手権大会女性部門を優勝しました。ヨーヨー社労士としてメディアで活動中です。どうぞよろしくお願いします。皆さん、社会保険労務士って職業聞いたことありますか？社会保険労務士というのは、労働に関する法律および労働保険、社会保険に関する法律を取り扱う国家資格者です。事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること、つまり人を大切にする企業づくりを支援しています。また社会保険の専門家として、個人の方からの労働相談、年金のご相談を受けるなど、業務の内容は広範囲にわたっています。働く人の専門家として社会に貢献しています。私の所属している SR LGBT&Allies の活動内容についてご紹介いたします。セクシュアリティにかかわらず、誰もが安全に安心で活躍できる職場環境のために活動しています。啓発や教育活動、交流会、交流、情報発信、ダイバーシティに関するコンサルティングや LGBT 当事者やアライの方々からの就労にまつわる相談にも対応しています。社会保険労務士をはじめ、カウンセラーやキャリアコンサルタントなどのメンバーが労働者側、使用者側双方からの相談を受けています。今日のテーマです。まず一つ、社会保険とは一体何でしょうか。そして社会保険はこんな時に役立つ。そして社会保険の手続きと性別のお話、この3つをテーマにお話しさせていただきます。そもそも社会保険とは、生活の中で起こるさまざまなリスクに備えて、あらかじめお金、保険料をみんなで出し合って、いざという時に給付を行い、生活を守る加入義務のある保険制度なんですね。民間との保険との違い、これは義務がある保険制度というのが社会保険です。働く方、会社で加入する社会保険というのはこのように5種類あります。労働時間だったり契約期間、あとは会社の規模によって加入条件がありますので、これ全てに加入してないよという方ももちろんいらっしゃるかと思います。代表的な5つですね。こちら社会保険、会社で働く人が加入しなければいけない社会保険5種類紹介いたします。健康保険、介護保険、厚生年金、労災保険、雇用保険、健康保険、介護保険、厚生年金をひとまとめにして社会保険、狭い意味での社会保険、競技の社会保険と呼びます。そして労災保険、雇用保険、この2つを労働保険と呼びます。社会保険でカバーするリスクと給付についてです。健康保険ですね。健康保険というのは、怪我や病気、これは業務外、仕事以外の理由で怪我をしてしまった、病気になってしまったという場合に、皆さんが病院に行く際に健康保険証を提示すると思うんですけれども、それって健康保険から給付を受けている、療養の給付というものを皆さん受けている。だから3割負担でお支払い、窓口でのお支払いは済んでいるんですね。そして出産育児についての給付もあります。そして死亡してしまった場合にも給付があります。あとは介護が必要な状態になってしまった場合というのは、介護保険から給付を受けることができます。そしてもう一つ、厚生年金ですね。年金っていうのは65歳になってから、年取ってからもらえるものじゃないかなというイメージ強いと思うんですけど、それだけじゃないんです。厚生年金は高齢になった場合の老齢厚生年金、一定の障害の状態になってしまった場合の障害厚生年金、そして死亡してしまった場合、遺族に対して給付、遺族厚生年金という給付があります。
厚生年金、年金は年を取った時だけの保障ではないんです。いざという時の保障として厚生年金というものがあります。さて、今お話しした中でですね、ちょっと全部を説明するのはちょっとこの動画のとっても長くなってしまうので、重要なところとして健康保険から給付される傷病手当金についてですね、説明いたします。傷病手当金っていうのは、病気や怪我で療養中で仕事に就けない、働くことができない、お仕事に行けないですという時にですね、4日以上お仕事を休んだ場合に給料の一部または全部が支払われない時の所得保障として傷病手当金が健康保険から支給されます。じゃあどのぐらいの期間払われるのというのは、支給を開始した日から1年6ヶ月の期間なんですね。こちら図が出ているようにですね、傷病手当金3日間まず待機の期間があります。3日間連続でですね、会社をお休みしました。そして4日目から傷病手当金の支給が開始します。ただ途中でですね、病気が治った、ちょっと体調回復したよということで出勤しました。そうするとその出勤したところは傷病手当金は出ないんですね。でその後また体調悪くなりましたよ、またお休みしましたという場合は傷病手当金がまた1年6ヶ月の間であればまた支給されます。で1年6ヶ月ですね、支給開始から1年6ヶ月経過した後というのは、また再び病気の状態になってしまった、会社を休まなければいけないという状態になっても支給はされません。ただこれはですね、2022年から法律が改正されまして、2022年より通算して1年6ヶ月支給されるということになりました。というのは、この図でいうと出勤したところですね、2箇所ありますね。出勤ってなっているところについては傷病手当金支払われていないので、その部分1年6ヶ月の間に例えば10日10日ってあった場合、20日分20日分今の法律の内容だと20日分もらえていない期間がありますよ。じゃあ20日分もらえていない期間がありますね。その部分をカバーするために法律が変わりました。この20日分もですね、1年6ヶ月が経過した後もこの図で言いますと、休み休み休み×ってなっているところですね。ここで20日分がもらえる。だから通算して1年6ヶ月支給されますよというふうにですね、法律が変わります。傷病手当金いくらもらえるのというところなんですけど、だいたい給料のですね3分の2ですね。休業1日あたりにつき支給される金額というのが、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額っていうんですが、だいたいざっくり言うと平均、その間に受けた給料月給のですね平均ということで考えてみてください。例えばですね、平均月収が28万円で30日間会社を休んでしまった場合というのは、約16万円がですね、健康保険から傷病手当金として支給されます。結構大きいですよね。そして傷病手当金はこんな時にも支給されます。プライベートで旅行に行きました。ただ旅先で転んで怪我して骨折しちゃいました。しばらく全治1ヶ月ですという場合にですね、しばらくちょっと会社を休まなきゃいけないよという場合にも支給されます。そして新型コロナウイルスに感染してしまって療養のために仕事を休んでしまった場合、そして性別適合手術を受けて療養のためにですね仕事を休んだ場合にも傷病手当金が支給されるケースがあります。ただ一つ注意してもらいたいのが、傷病手当金は申請しないと支給されません。申請するのをお忘れなく。そして申請には会社とお医者さんのですね証明が必要となっています。続きまして社会保険、大きい枠組みでの社会保険、その中での労働保険がカバーするリスクと給付についてご説明いたします。労働保険っていうのは2つの保険ですね。労災保険と雇用保険を総称して労働保険と言います。労災保険、これは仕事が原因で業務上または通勤の途中ですね、通勤が原因で怪我や病気になってしまった、もしくは死亡してしまった場合に各種給付が受けられます。そして雇用保険、
雇用保険はですね、失業してしまったもしくは高齢になって給与が下がってしまったよという場合、育児休業を取らなきゃいけないご家族の介護などを行う場合に雇用保険から各種給付を受けることができます。その中でちょっと今回もですね、全て説明することは難しいので、労災保険について簡単にご説明させていただきます。労災保険、これは業務災害と通勤災害2つの自由から給付を受けることができます。業務災害というのは仕事が原因の病気や怪我、死亡などですね。例えば仕事中に倒れてもそれが持病、高血圧などですねが原因だった場合は、それは業務外になってしまうんですね。で、たとえ自宅で倒れたとしても、働きすぎ、過労が原因の場合は業務上となる可能性があります。そして通勤災害、通勤している間ですねに怪我や病気、死亡などの場合に通勤災害に該当する可能性があります。ただ通勤している最中に途中で飲みに行ってしまったとかですね、ご飯を食べに行ったよっていう場合、それは通勤の経路から逸脱してしまうので、そこから以降のですね何か災害が発生してしまった場合というのは通勤災害にはなりませんのでご注意ください。労災保険の主な保険給付について、療養保障給付、療養給付、これは労災の指定病院等に行った場合に必要な療養を受けること。療養というのは例えば診察してもらったりとかですね、お薬を出してもらったり、もしくは入院してしまった場合その際に看護を受けたりとかっていうところの給付になります。そして休業保障給付、休業給付、これは病気や怪我が原因で休業してしまった場合、休業4日目から1日あたり給付基礎日額の 80% が受給できます。給付基礎日額というのは、その事故だったりですね、怪我だったり病気というのが発生する直近の3ヶ月間の平均賃金をもって算出します。仕事が原因の怪我や病気は労災保険を使いましょう。健康保険ではですね、労災は健康保険は使えませんとこちらパンフレットあるんですけれども、その通りなんですね。労災に対して健康保険を使ってしまうとですね、その後の実は保証っていうものが受けられないっていう可能性があるんです。労災保険というのは雇用形態問わずパート、アルバイトの方でも労災保険の対象になるんですね。よくですね聞くのが、あなたパートさんだから労災保険使えないよっていう話聞くんですけど、それは違います。パートさん、アルバイトさん、誰でも雇用形態にかかわらず労災保険の対象となります。そしてじゃあ労災使えないよ、健康保険でちょっと何とかしてって言われてしまった場合、それは労災隠しとなってしまいます。絶対にそれはやってはいけません。労災隠しや労災を会社に申請してもらえない場合、労働基準監督署へ相談しましょう。労災隠しをして困るのは会社もですし、あなた自身もなんです。そして社会保険と性別の取り扱いについてなんですけれども、雇用保険上の性別というのは社会保険の手続きに必須となっています。社会保険の手続きというのは原則会社が行うため、戸籍上の性別を会社に伝える必要があるんです。人によってはそれがカミングアウトにつながってしまいます。健康保険証の裏面に戸籍上の性別、氏名をですね記載する配慮というのも行われています。ぜひそういった場合、困ったことがあった場合は相談してみてください。社会保険に関する相談先をこちらにまとめました。そして私の所属している SR LGBT アンダーライズでも相談を受け付けております。お気軽にご相談ください。そしてプライドハウス東京レガシーでは各種相談を受付中です。最新情報はプライドハウス東京ツイッターをチェックしてみてください。この動画が一人でも多くの人の参考になれば嬉しいです。ぜひ一人で悩まずに相談してください。ヨーヨー社労士飯塚智代でした。